どうもこんにちは、ギターショップトニックの小沢です。今回はトレモロスプリングのセッティングで音がどう変わるのかやっていこうと思います。久々の都市伝説究明会ということで、今までテールピースの高さとか、あとブリッジはベタ付けとフローティングでどう音が変わるかなどなどいろいろやってきたんですけども、今回トレモロスプリングの本数とかかけ方で音がどう変わるのかやっていこうと思います。こいつですね。ということで早速今週もやっていこうと思います。本編へどうぞ。まずはじめにですね、トレモロスプリングとはというところをやっていこうと思うんですけども、これ解説してる人いるのかわかんないですね。まずこちらのトレモロスプリングっていうのがトレモロユニットをですね安定させるためのバネになってまして、トレモロアームを使ってビブラートをかけた時にそのトレモロユニットが本来の状態に戻るようにバネで引っ張るという風な役割を持っていますね。主にシンクロナイズドトレモロとかドロイドローズトレモロで対応されていることが多いですね。このスプリングの本数とか種類によってアームのタッチだったりとかサウンドが変わるっていう風に言われてるんですけども、アームのタッチに関してはやっぱりバネの本数が多ければ多いほど張力が強くなるので硬くなるっていうのは分かるんですけども、サウンドどう変わっていくのかっていうところですね。でエリック・クラプトンはですね、基本的にあの人ってアーム一切使わないで自分のストラトのブリッジのところにですね木のブロックを埋め込んで一切もうトレモロユニット使えないような状態にしていたんですけども、あえてハードテールのストラトは使わなかったっていうことで、やっぱりこのスプリングがあるかないかによるサウンドの違いっていうものは必ずあるんじゃないかなと思いますね。あと他にはですね ESP とかローヴィンテージとかからですねリプレイス専用のトレモロスプリングがリリースされてますね。続いてトレモロスプリングのセッティングについてやっていこうと思うんですけども、まずですねボディバック部にですねブリッジのイナーシャブロックというのとスプリングハンガーというのがありまして、そこにこのスプリングを引っ掛けるという風な形ですね。イナーシャブロックとスプリングハンガーにそれぞれ5箇所引っ掛ける場所がありまして、様々なセッティングが存在します。例えば3本の8の字とか3本のストレートとか2本の V 字2本のストレート4本掛けとか3対1の4本掛け、あと5本掛け、あとやってる人見たことないですけど1本掛けとか、あと3本の N 字とか、もできますね。3本が定番とされているんですけども、メタルの人とか2本掛けが多かったりとか、ジミ・ヘンドリックスが5本掛けで、エリック・ジョンソンも昔5本掛けだったと思うんですけども、今3対1の4本掛けになってるみたいですね。あとリッチー・ブラックマンも3対1の4本掛け、バンヘイレンが2本掛けだったりとか、アーティストによって様々ありますね。もちろん使ってるモデルとか時期とかによっても異なるんですけども、大体こんな感じでそれぞれセッティングがあるっていうのも面白いですよね。ちなみになんですけども、うちで取り扱っているヘックスの N500 は出荷時から4本ですね。TRS のシルバースカイも出荷時から4本です。メーカーだったりアーティストだったりモデルだったりっていうので様々な意図があってそうしているとは思うんですけども、それによって音がどう変わっていくのかっていうのを早速やっていこうと思います。今回使用する楽器がこちらフェンダーのメキシコロード 160s ストラトキャスターです。こちら2009年のメキシコ製ですね。木材見ていきますとアルダーボディ、メイプルネック、ローズウッド指板というふうな、ものすごい伝統的なストラトキャスターですね。こちら6点指示のトレモロブリッジを採用していて、ピックアップがテックスメックスストラトを3機搭載しています。価格が中古で19万8000円です。今回ですねこちらのモデルの原稿とかピックアップの高さとかアンプの設定とか全部そのままで、バックパネル内部のスプリングの本数とかかけ方のみを変えて鳴らしていこうと思います。試すのはですね3本8の字掛け、3本ストレート掛け、2本 V 字掛け、4本掛け、3対1の4本掛け、5本掛けとちょっとできるかわかんないんですけども1本掛けでやっていこうと思います。でブリッジのセッティングはフローティングさせずにベタ付けで統一して鳴らしていこうと思います。いやーどうなるのか楽しみですね。というわけで早速鳴らしていきます。どうぞ。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？いや、かなり変わったんじゃないかなと思いますね。はい。なんだろう、こう、高音域の出方、きらびやかさがなんか、少ない方がよりこう感じられて、スプリングの本数が多いと、かなりこう、タイトな感じというか、太さを感じるようなサウンドになっていたんじゃないかなと、はい、思いました。なんだろうな、音の張りとか、高音域の部分にこう、かなりつながってきてるのと、思いますね。このスプリング本数ももちろんですけど、スプリングの素材とかによってもまた音が変わるみたいなので、気軽にこういろいろ試せて、自分の好みのサウンドを見つけることができるので、いろいろ試せていいんじゃないかなと思いますね。どうですかね、皆様は。弾いてる感じとやっぱモニター越して聞いてる感じでまた全然聞こえ方変わってくるとは思うんですけど、どの本数が皆様好みでしたかね。はい、気になるところです。で、1本掛けやろうって言ってたんですけど、2本掛けの時の写真見てもらえば分かるんですけど、もう2本の時点でスプリングハンガーいっぱいいっぱいになっちゃったんで、1本もうちょっと断念しました。無理ですね。構造上多分難しいです。なんかめっちゃくちゃ硬い張力の強いスプリングを1本だけ使えばできるかもしれないんですけども、気になる方はぜひやってみていただいて、やってみた方感想あったらぜひ教えてほしいですね。ちなみに小沢はですね、昔トム・アンダーソンのザ・クラシックにですね、 ESP のトレモロトーンスプリングっていう5本掛け前提のスプリングがあるんですよ。でそれをもうマックス5本かけて、その上でかつスポンジをこう挟んで共振しないようにっていう
風にして、はい、使ってましたね。なんか歪ませたりする方ってスプリングの共振ちょっと反響音みたいなのがあるとぼやっとしてしまうので、そういうのやってる方多いみたいですね。はい、多分同じようにセッティングしてる方と仲良くなれると思うんでコメントしてみてください。ということで皆様いかがでしたでしょうか。この本数が良かったとかこのかけ方が良かったとか何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。いや久々の都市伝説会ということで、いやこういうの結構なんていうんですかね、大変だと思うんですよね。家だとこう気軽に1本にして2本にしてとかやりづらいというか、ちょっとこう手間がかかってはくると思うんですけども、で今回も毎回こう撮るたびに音撮るたびに全部こうスプリングの設定変えて調整してみたいなやってたんですけども、かなりこう時間はかかるんですがすごい面白い内容だったんじゃないかなと思いますね。こういうのどんどん究明していきたいと思ってるんですけども、ちょっとやってみたいなって思ったのがシンクロナイズドトレモロとドロイドローズトレモロと、あとヘックスのオリジナルのトレモロだったりとか、あとビグスビーとかいろんなトレモロユニットを目いっぱいまでアームダウンして戻して、どれが一番こうチューニング狂ってるかみたいな比較してみたいなと思ってますね。もしなんか気になるわみたいな需要あればやってみようかなとか考えてます。でもどうかな、なんか怒られるかなメーカーさんに。大丈夫かな、これめっちゃチューニング狂うみたいな、いけるかね、大丈夫ですかね。はい、でもこれでなんかこう普通のシンクロタイプロック式じゃないのにこのシンクロ全然狂わなくてロック式の方狂うみたいなのがあったらすごい革命じゃないですかね。もし機会があったらやってみようと思っています。他にもなんか試してほしいこととかあったらぜひコメントしてみてください。ということでこの動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。 Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますのでそちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼1-5-21第2ロイヤルビル201ですね、平食トニーク営業しておりますのでぜひ遊びに来ていただいたらなと思います。トニークですね、近々こう移転決まっておりまして、はい、今よりも面積広く綺麗な場所に移転しますのでぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。詳しい情報は SNS 等で発信していきますのでぜひチェックしてみてください。いいですね、ついに2年経って引っ越しです。はい、楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。